何を隠そう、実はそのままインドア派、にゃんこでーす。正解。今回のにゃんちゃねは、以前の動画、亡き父が教えてくれた本当の親らしさにご出演くださったルナさんが再登場になります。ルナさんはパワハラに悩まされていて、何か解決の糸口になればとチャネリングを受けてくれました。前回の動画を見てからの方がより理解できると思うので、興味ある方は見てみてください。悩めるルナさんへのメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。どうですか？調子悪い時から脱出しましたか？あれからすごく良くなってって言いたいんだけど、いろんなことが起きてて、パワハラが結構ひどくなってきちゃって、組織にちょっと絶望しちゃって、私がもう退職は決めたんですよ。そこの職場に自分なりに切りをちゃんとして、綺麗に辞めたいっていうのもあったから、でも人間関係の難しい職場はずっと続いてて、本心の中では訴えるとかはやっぱしたくない。なんかもうこれ以上こんな波動の低いことで振り回されたくなくて、そう、今そんな状態でいる。やっぱあの職場に行くと、嫌な思いもするし、いろんな相談すると、相談した人が解決する前に私に休めって言うから、私悪くないのになんで休まなきゃいけないのかわかんないし、なんかやっぱ負ける気がして、で、私が休んだら職場ずっとこのままだし、ずっとあの職場にいる人たちがすごい強くて、まあもうそこは変わらないだろうなとは思ってるんだけど、でも私のできる限りのことはしていきたくて、働きやすくなる環境にしたいし、でもいろんなことを含めて、本当にね、もうなんか心が疲弊しちゃって、夕飯どうやって何作ってきたんだろうとか、本当に今まであんなに残り物で、今日これ残ってるから、こういうのができるなとか、まあできたことが、何作ってきたんだろうって思ってくるぐらい、こう動かなくなっちゃったり、今までできてたことができなくなっちゃって、多分もう疲れちゃってるんだろうなと思って、本当に自分自身が。で、あと、ちょっと思うと、今もそうなんだけど、泣けちゃう。で、この間も、もうボロボロ泣けてきちゃって、でもひとしきり泣いたら、すっきりして、まあまた頑張れそうだなって思っちゃうんですよ。もうなんかやっぱね、すごいいつも出てくるのが恥ずかしいっていう思いなんですよね。人から大勢の前でバッと理不尽なこと言われた時も言い返せばいいのに、みんなが見てる恥ずかしいとか、そういう思いが出ちゃう。多分私そこ結構ブロックだと思うんですよね。人の目があの時になる。なんか自分が今どう動いたらいいかわからない状態でずっといるんですよね。なんかほんまにもう無理ってなったら、これも休むしかないなってなるけど、強制終了でなるけど。そうなんですよ。もしかしたらプチ強制終了が来てたのに、さっき言ったように、抗っちゃうから、ほんと無理って泣いたのに、ちょっと泣くとスッキリするじゃないですか。でもまあ、なんていうの、限界を超えれないってことじゃないですか？でも強制終了が本当に来たら困るなと思って。だって強制終了が来る状態って自分にとって困る状態になるわけじゃないですか。例えば病気とか、もううつ病がすごい深刻な状態にまでなっちゃって、とてもいけない状態が強制終了ってなったら、うつ病を治すってすごい大変だと思うんですよね。そこにならないように自分で調整微妙なところをまだこれいけるかなっていう状態で、最終的には自分しか決めれないじゃないですか。そこ分かってるのにこうやって聞いちゃう自分もあるんだけど、やっぱ聞けばそういう考え方もあるんだな。知らなかったことを知れる機会でもあるので。依存するのは良くないと思うけど、自分がないから。それはあかんなと思うんですけど、人の手は借りたらいいと思うんですよ。人を助けるのができんのに、人の手を借りるっていうのができへん人っ
いると思うんですけど、助けるんやから、助けてもらったらいいんですよ。今は人になんか一緒に考えてくださいって言うかもしれへんけども、自分の経験をもとにそれを言ってあげる時かって絶対あるんやから、世の中ってそういうもんやと思うし、だから差し出された手は取る。困ってる人がいたら手を差し出す。それでいいと思うんですよね。なかなか手を取るって難しいけど、明確なやり方じゃなくても助けられてると思うし、人って。いいと思います。思います、私も。聞いてみましょうか。はい。聞きたかったのは、今こういう状態の私に必要なメッセージがあったら聞きたいなっていう感じです。素敵だと思います。はい。お願いします。お願いします。昨日船に乗ってます。一人用のボートで、ポールを1本かな。持ってるみたい。後ろをすごい気にしてて、後ろ側にいるのがその職場の困った状況です。それに飲み込まれそうになってて、見てる限りはそこから逃げようとしてますからね。そこに飲み込まれるのがすごい嫌みたい。なぜなら、その後ろにいる人たちっていうのは、皆さんから見たら、巨大勢力っていうか、象徴なんです。世の中の理不尽さとか、正しくなさとか、なんか正義と反対みたいな。正義が別にあるって分かってんのにそれに従えない理不尽さとか、そういったものに自分が飲み込まれたくない。こういう人たちと一緒になりたくないってこと。それができないってなっちゃうと、自分が守りたい、本当に純粋にやってる人たちが守れないから、自分はそうであるまいっていう意味で逃げてる。でも、それで逃げると目の前に滝があって落ちるみたいです。滝があるって分かってるみたいです。今の後ろにその巨大勢力があって自分はそれから遠ざかろうと逃げてるんやけど、結局それは戦うっていう意味なんです。そういう人たちにならないっていう意味で戦うっていう意味なんですけど、でもそれをすると滝から落ちちゃうの。でも落ちると戦われへんから、落ちちゃうと戦うとか守るっていうのができないみたい。だって落ちてしまうと船壊れるし、自分かってもう水浸しになってガーッと浮くしかないかもしれへんし、落ちた衝撃でもう回復が時間かかっちゃうかもしれないから、そもそも同じ土俵に立てないですから、相手とやり合う土俵っていうのは川の上やから滝の向こうじゃないんですよ。だからこそ落ちたくない。かといって、この後ろの人たちと一緒になりたくない。で、それで今迷ってるっていうか、川の流れに逆らってるっていう意味。川は滝の方に行ってんのに、滝から落ちたら戦えないから、その滝から落ちないように頑張ってる。かといって、後ろに行ったら行ったで、その人たちと交わんのも嫌やし、困ってるみたいな。じゃあ、なんかじゃあけど、ルナさんが落ちてもいいのかなって言ってる。滝から落ちるっていうのは負けと同じみたい。ルナさんからしたら、滝に落ちてしまうっていうのは、向こうからの勢力に圧倒されてしまって、それに負けて滝に落ちるっていう考え方やから、落ちたくないわけです。だから、落ちるのも悔しいわけ。負けてしまう。自分が弱いから落ちてしまう。っていうのが嫌みたい。で、私はここから落ちていいのかって。だっていろんなこと諦めなあかんから。守るっていうことも諦めなあかん。勝つっていうことも諦めなあかん。自分が弱いとか、相手が言ってることが正しいって認めてしまうような気もするから。だから、落ちるっていうことはいろんなことが嫌なわけです。嫌な理由しかないわけ。だから落ちたくない。でも、そうやって生きてきたんやって。だって今まで自分ってすごい頑張ってきたし、すごい頑張ってきたから、同じように頑張ってきてる人を守ってあげたいし、純粋に働けばいいっていう期間を経て、今は守れる立場にあるんやから。その人を守りたいっていうのももちろんあるけども、そうやって純粋に頑張ってる自分を守りたいっていう意味もあるの。働いてる人たちを守りたいっていうのはね。でも自分はそうやって頑張ってきたんやって。だから、滝に落ちるっていうのは、この職場だけの問題じゃなくて、自分のプライドの問題なの。プライドというか自分の生き方の問題なんです。頑張ってきたっていう自分を諦めるっていうんですか。頑張るを諦めるって意味ですかね。だって頑張ってきたっていうのが自分の存在の証っていうか、頑張ってきたからこそ、私ってここにいていいっていうか、いろんなこと頑張ってきたんですよ。すごい辛いこといっぱいあったじゃないですか。それでもやっぱりあんまり人に手をかけずに、自分なりに納得して、自分なりに解決して、自分なりに理解してっていうのを頑張ってきた
からこそ、今の自分があるわけ。その結果、今の地位だってあると思ってるし、うんだから、頑張る以外の自分の存在価値がないんですよ。うん。それを諦めるなんて、自分の存在とか、自分の今までの生き方、自分の正しさを全部否定してしまうことやから、だから休めないんです。職場がどうとかそういうことじゃないんですよね。相手がとかじゃなくって、頑張るをやめるができない。それをやってしまうと、自分が自分でなくなるし、今までの自分の生き方を全否定してしまうことになるから、それができへん。頑張ってこそ自分やし、もっと頑張らなあかんって。頑張らない自分には存在価値がないんやから。だからお母さんにも自分が頑張ったから褒めてもらえたし、だからお母さんにも認めてもらいたい。頑張ったら褒めてもらえるし、いい成績取ったら褒めてもらえる。こうは言わない。すごい優等生である。だからこそ自分はいていいんやから。ちょっとお母さんのところがあるみたい。お母さんはすごい大変やったからね。だからお母さんには自分が負担かけたくなかったんですよね。お母さんに喜んでもらいたかったし、お母さんにとっていい娘でありたかったんですよね。それは自分がよく思われたいとかじゃなくて、お母さんに負担かけたくない。あんだけすごい大変な思いしてるんやから、自分の部分だけはお母さんに喜んでもらいたかったんです。だから頑張った。だから、すごく褒められるような、人から見られるいい人っていうか、素晴らしい人っていうのになりたかったんです。その結果お母さん喜んでくれるから。お母さんちょっと体裁気にするので、やっぱりそのどこに勤めてるとか、女性でもそういう役職であるっていうところに、やっぱり誇らしさを感じるからね。それがそうであるっていうことはお母さんにとったら嬉しいわけ。お母さんってすごい苦労してるから、やっぱりそういったことで嬉しさを感じるっていうのが、ルナさんからしたらお母さんを幸せにするっていう理由の一個なんですよ。自分が健やかでいるとか、自分が自己需要できるっていうのがゴールじゃなくってね、お母さんの求める世間で言うすごい人、責任っていう意味なんですけど、その役職とかの問題ね、どこに勤めてとか、そういうので立派であるっていうことで、お母さんを喜ばせたいっていう思いがあるみたい。それで頑張ってきたのに、それをやめるっていうことは、もうがっかりさせてしまう。その自分がお母さんを幸せにするっていうやり方を全部放棄してしまうことになるから、それはしたくない。だってそれが私の価値なんやから。だからどうしても滝の下に落ちたくない。だからこれは本当にプライドの問題なんですよ。でももちろん根底には愛があるんですけど。でも今落ちてもいいですかって。これ落ちるっていうことは自分がお母さんを幸せにするやり方を放棄することになっちゃう。お母さんの幸せを放棄して自分の幸せを優先させることなんです。滝に落ちるっていうのはね。滝に落ちるっていうのは職場辞めるとか戦わないってことですね。そういった意味があるみたい。でもやっぱりどうしても苦しいんやって。お母さんが喜ぶ立派な人間になりたかったって。だから人の目も気になるし、自分がどう見られてるか、社会的に自分がどうあるかっていうのがやっぱり気になってた。それを守りたかった。その守る理由はお母さんへの幸せのため、お母さんを幸せにしたいって。うまくいかへんことっていっぱいあるけど、自分との関係の部分だけは自分は頑張れるわけやから。その部分だけはお母さんを幸せにしたかった。でも、今それをやってしまうと私は苦しい。頑張ろう頑張ろうってしてるけど、やっぱり自分でもう何に逆らって、やってるように見えるって。どうしてもこのままやってしまうと滝に落ちてしまうんやって。でもそれはしたくないけど、流れがそうなってる流れに沿わないと、自分の生き方そのものを停止してしまうことになる。でもどうしても苦しいから、自分のしんどいっていうのを認めたいって。自分の弱さ戦いたいって気持ちはあるけど、できないっていう自分の弱さをもう認めないといけないって認めたいって。それができなくてどうしようもないみたいな感じ。どうしていいか分かれへんって。でも私は認めたいんやって。そのためのスピリチュアルかなって思うって。どうしたらもっと自分が向上できるかとか、どうやったらもっと他人に愛を持てるかとか、なんだけども、今、こうやって見てるのは自分にとっては自分の弱さを認めるところの目が気になるって言ってたけども、その根底にはちゃんと愛があるっていうのを認めること。そしてこうやって滝に落ちてしまうっていうのは、さっき思ってたように逃げのように感じたかもしれないけども、それは自分の人生にとって前進なんだよって。お母さんの幸せじゃなくて自分の幸せを優先する。
それこそがお母さんの幸せだっていうことをちゃんと信じる。お母さんの本当の愛を信じる。自分の良さを認めるとか。そういった新たな生き方なんです、ここって。すごい大きな分岐点なんですよね。何を第一に持ってくるか。だからしんどいんですよね。しかもなんか真逆のように見えるから。でも私はいろんなスピリチュアルを学んで、いろんなことで気がついてきたって。で、この出来事も自分の悩みを見るためにあるっていうのも自分では分かってるって。でもどうしてもそこを見るのがちょっと辛かったって。だって自分の思うようなやり方でお母さんを幸せにできないんだから。だからどうしても降りれなかったって。でも自分を優先してもいいですかって。こういう生き方をしてもいいのかなって。ここを飛び降りるっていうことが自分が弱いっていうことじゃないかなって。すごい悔しい。だってこんな中途半端にやめてしまって相手が正しい、こっちが悪いみたいな感じで誤解してる人がいるわけですよ。中途半端な状態でバンってやめてしまって、この滝を飛び降りるっていうのがね、これっていろんなことができてないとできないですからね。どう思われても自分が正しいことをしたっていうふうに自分が思い切れたらいいわけですから。それができないとちゃんと気持ちよく飛べないわけですよ。でも、私はなぜここに来たかっていうと、このまま本当に強制終了がかかって滝にそのまま流れで落ちてしまうようなことはしたくないって。ちゃんと自分で考えて、自分でちゃんと決心して、自分の意思でここから飛び降りたいんやって。私はそれができると思うって。だって頑張ってきたんやから。そういう頑張り方があるって自分で気がついてきたんやから。それを整理するための今回の機会やって。私はできるから。お母さんの本当の愛を信じれる？だって自分は今母親なんやから。子供が自分が思ったようなやり方でお母さんを喜ばせる。でも、そのやり方が子供にとってしんどいんやったら、それは母親にとって本当に幸せになるやり方ではないんですよ。それは本当のお母さんの幸せではないんですよ。子供がしんどいんやったら。自分はそれでできるわけやから。お母さんだってできるんですよ。お母さんの本当の愛を信じる。自分だってそういう風に子供のことを愛してる。子供がもしそういうやり方で自分のことを幸せにしようと思ってやってたとしたらね、あ、そうじゃない、ごめんねって。そうやって思わせてしまってごめんねって。あなたが生きやすいやり方が自分にとっては本当に幸せなんだって。だからそうやって思ってくれてるんやったら、もうそれしなくていいよ。自由に生きなさいって言ってあげれる。自分にできるんだったらお母さんだってできるわけ。だってお母さんのやり方はちょっとしんどかったかもしれへんけども、ちゃんと愛情あるんやから。お父さんもそうやって言ってたじゃないですか。お母さんはちゃんとあなたのこと愛してるって。でも人ってそのやり方が、その人のトラウマとかでよって、ちょっと表現が変なやり方になってしまう時もあったりするからね。今もそれはわかるじゃないですか。だから自分のために生きる、いい子であるっていうことを頑張らない。その生き方がお母さんにとったら本当のお母さんの幸せなんです、それが。それをもう信じなさいって。それを信じれるところに来てるんやって。自分は。だから私はできるんですって言ってます。ここまで整理するのには、ちょっと人の手がいったかもしれへん。でも、いろんなことを考えて、いろんなことを自分の中で整理して、それができる状態に来たし、ここを飛び降りるっていうのも自分の力でしたかったって。すごいちょっと怖いけど、やっぱり、先の下何があるか分かれへんし。やりたいとは思うけども、落ちんのは落ちるから、その後どうなるかはまあ、想像つかないですよ。だから、自分にとったら本当に怖いわけです、これを飛ぶのに。でも、強制終了する人みたいに、流れで止まってしまうようなことはしたくない。それでちゃんと理解してやりたいな。それこそが自分のこれからの新しい頑張るっていうやり方、方向性がちょっと違ったんですね。それを認める、お母さんの愛を信じる、自分を最優先にするっていう生き方を信じる、そしてそれがちゃんと自分の意思でできるっていう自分の凄さをちゃんと認める。それができてこそ、ここから気持ちよく飛び降りれる。だから私はこの自分の意思で降りたいんやって。いいねって言ってる。いいよって。うわーって飛び降りました。楽しそう。子供みたい。やっと子供の自分に戻れるって感じかな。普通は子供って自分のやりたいこと言うと思うんですけど、お母さんが喜ぶような生き方をしてたみたい。それを全部取っ払って自分の好きに生きるっていう人生が今スタートしたみたいです。で、子供になってます、今。何歳ぐらいかな？小学校低学年ぐらいですかね。で、なんかワンパクみたいな感じですね。男の子みたいな感じ。うわーって言って、ちゃん
って言って、今水に飛び降りた。うわ、気持ちいいって今自由を感じてます。枷がないみたい。何々あらなければならないっていうのがないみたい。今、水ジャボーンってなって、水面に上がってきてめっちゃ笑ってるんですけど、で今、真っ青な空が上に広がってて、全然雲も何もない空なんですけど、なんて空が広いんやろうって、自分で枷を作ってた。こうあらなければならないっていう制限を作ってた。でも実は何にもなかったんやって。自分さえこの構造を理解して、自分の愛も認める。自分の今までの生き方を認める。でも、新しいやり方、新しい生き方をやりたいっていう自分も認める。それを勇気出してやる。それをやった途端、あ、何にもなかったんやって。自由なんや。自分がどう生きようが、全然自由。誰も別にそれを強制してるわけではなかったですけどね、今までだって。だから、自由やったんや、そうか。と思って、岸にたどり着きました。で、こっからどうするかなって。滝が落ちたところは湖みたいになってて、そこが終わったら陸があって、今陸に立ってるんですけど、その奥に森があって左側に。その森が暗い感じがしてて、そこが、職場です。職場のさっきまで思ってた戦わないといけない森ですね。そこの森に入るのかって今考えてる。かといって、今右に見えるのは空なんです。空はさっき言ったみたいにもう枷がない。制限がない空ですね。本当に筒抜けになってる。その先は宇宙ですから、ほんまに筒抜けになってる。何にもない制限のない空。今、両方見てて、これを見ると暗いわけです。気持ちが。なぜなら戦わないといけない。それが不毛だって分かってるわけです。でも、その中で戦うっていうのが、まあ自分の中でポリシーやったからね、今まで。立派やって思ってもらえるね。だから、それをやるっていうのを想像してるんやけど、やりたくない。楽しそうじゃないから。やっぱちょっと気になるみたい。その、パワハラのせいで苦しい人はまだいますから、こう見捨てるっていうことになっちゃうし、でもそれはいいんだって、離れて。今までは自分がそこにやらないと、じゃあ、他誰するねんとか、私がいなくなった分、他の人がしんどくなるんじゃないかなとか、目をかけてしまう。だから、行かないといけないっていう理由の一つやったんですね。でも、そこを抜けたらね、それをやりたくなる人がまた出てくるんだって。そういうもんなんですよ。そういう経験が必要やったから、ルナさんはそうやってやったんです。川の上でね。でも、そういったところから抜けてしまったら、その経験を必要とする人が今の職場から出てくるんだって。その経験をその人にさせてあげるために、あなたは戻らなくていいんだよって。ここから逃げるっていうことが、その人たちを守れないっていう意味じゃないの。あなたがそこに居続けることによって、その経験が次必要な人の場を奪うっていう考え方だってできるわけ。だから、今あなたはもう学んだんだから、そこの役を次の人にさせてあげなさい。それも愛だよって。そういう考え方もできるんじゃないって。決して逃げるわけではない。辛い思いをさせるっていうことが不幸じゃないですから。大変やけど分かったことあるじゃないですか。滝から落ちる。でも自分でちゃんと飛び降りたい。どうしようどうしようっていう状況って辛いですよ。でも、それを迷ったからこそ、今があるわけやから。そういった経験をする人が出てくるからね。でも、あなたがそこに居続けると、それを経験できない人がいるわけやからね。そういった考え方ってできるんじゃない？そっかって、なるほどなーって。ルナさんがそうやって今説明を受けて分かってたとしても、やっぱりどうしてもそれを切り替えられないから、なかなかそこから離れるのはちょっと辛いみたい。この三次元的な考え方。そうです。無責任に思うみたい。そこから逃げ出してしまうことがね。だって助けもしへんし、戦いもしへんし、自分のことを弁解もしへんわけやから。そこを離れる利点がないわけですよ。今の考え方からする。そうやって説明受けたとしてもね。だから、ルナさん的にはちょっと離れる大義名分がないというか正義がないんですよ。でも、やりたいんやったらどうぞって言ってます。そこの役を、やりたいんやったらどうぞって。それは自由やって。だって今見たじゃないって。こうやったって自由なんですよ。だから、そこの森の中で、また同じように戦いたい。ここにいることがみんなのためになってるんだって。私は自分が苦しんでもみんなを守りたいんだって。相手と戦うことこそが自分の生き方なんだって。それをもっとやりたいんだって。
言うんやったら、もちろん自由やから、この世界は。やりたいんやったらどうぞ。だから、それを選んでんのも自分やってわかるでしょって。だって今自由なんやから。でも飛び降りたいって言ったよね。でも別に行ってもいいよって。言われたら、えって。どうしようかなって今立ちすくんでます。そう言われたら離れていい気もする。でも、そこから離れるのがどうしても逃げるっていう感じに思うみたいな。置き去りにするとか困ってる人。で、悪を許すとかに思うみたいな。どうしてもやっぱり、せめてこの人たちがおかしいことを言ってるんだっていうことを知らせたいみたいな。それはしたいみたいな。倒せなくてもね。それがもしできたら、それで自分の中で納得がいくみたいな。自分の役目。それをやらずに去るというのがね、さっき言ったみたいに負けとか、負け犬とかね、そんな感じに自分が認めるって感じが、なってしまうのが、ちょっと許されへん感じ。プライドの問題ですね、これ。相手がどうとかじゃないから。でも、今言われてるのは、自分の心の問題やって。周りに、あの人言ってんのおかしいんやなって分かってもらいたいって思ってるかもしれへんけども、ちゃんと自分が生きてたって、自分なりにやったって、いろんなやりとりあったと思うんですけど、その間、ちゃんと自分が戦ったって思えてたらもうそれでいいんやって。それ以上のことをする必要はないんやって。今やろうとしてるのは、ちょっと、何言うのプラスアルファっていうか、ちょっと余計なことなんですね。プライドの問題やから。もうそれをしたいんだったらやればいいけど、もう自分の正しさっていうのは自分だけが認めていたらいい。分かる人には分かってる。一見分かってる人がいないように見えるかもしれへんけどね。ちゃんと分かってる人は分かってるから、それでいいって。そのおかしさとかに向き合うのはその人たちやからね。それぞれの課題やから、そこまであなたが関与する必要はないんです。もっと分かってほしい。もっとこの人たちの悪事を暴きたいとか、思ってるけど、悪事はちゃんといつか暴かれる。それが表面上自分には見えないかもしれないけど、その部分に関しては、この世の中って、ものすっごい公平やから。それをルナさんがやらなくったって、その人はちゃんとその報いを受けるんだって、罰じゃなくって愛だから。ルナさんが分からなくても何回も何回も同じ課題を受けさせてくれるように、その人だってルナさんみたいに神様に愛されてるわけですよ。やってることだけ見たらすごく悪いことかもしれへんけども、その人かってちゃんと神様に愛された人やから、これがおかしいんだっていうことをルナさんがやらなくてもその人にはちゃんと経験できることが今後起こってくるわけ。だから手放しなさいって。あなたがこの人を裁くっていうことはしなくていいんだよって。裁くのは神様の仕事やから。愛を与えるのは神様の仕事だから。だからその人に分かってもらわなくていい。その人を変えるのももちろんそう。だからこの仕組みを知って手放しなさい。それを手放すっていうことは自分が弱いってことじゃない。ここから逃げるっていうことじゃない。その不誠実さを許すっていうことでもない。不誠実さに加担するっていうわけでもない。この仕組みをちゃんと知って、それを手放す。この人も愛されてる。この人もちゃんと経験できる。それを理解して手放しなさいって。それができるんじゃないって。そのためのスピリチュアルなわけやからね。だから、ここからちゃんと自分の人生を生きていい。言った理由でね、森から離れるっていうのは、すごい後ろめたいし、納得できないとは思うんですけど、でも、その考え方の切り替え、すごい根底からの切り替えだと思うんですけどね。森から離れてもいいよって。でも、森にいるかどうか、離れるかどうかは、この青空みたいにみんな自由なんやから。鳥って自由に飛んでる。すごい楽しそうに飛んでるじゃないって。食べたいと思えば食べればいいし、休みたいと思えば休みたいし、戦いたいと思えば戦えばいいし、自由なんだよって。だから今議論立ってて、どうするかはあなた次第なんですよって。この仕組みを全部知って戦いたいっていうんやったら戦えばいい。もうそこを去って自分は新しい生き方をするんだっていうんやったらすればいい。今ここは分岐点に来てますよって。だから苦しいんやって。でもそれを強制終了せずに、ちゃんと自分でジャンプして滝に飛び込んだっていうのは、今までの自分の凄さ、自分がいっぱい考えて、逃げずに考えて、愛を持って考えて、ちゃんとやってきたから、あれはジャンプできたんやって。だから自分の力を信じなさいって。その力を信じて、全く新しい生き方。今まで思ってた逃げるっていうやり方を取るかもしれへんけども、それは逃げじゃない。新しい生き方をできるっていうのを、私はあなたができるっていうのを信じてるって。逃げじゃない。新しい一歩なんやって。新しい一歩生きなさいって。その力をあるっていうことをちゃんと自分で認めなさいって。自分が思ったりできるんやって。
うんお母さんの思ったようないい子になるんじゃない？自分が思う正しさ。人の軸じゃなくて自分が思うやり方でやっていきなさいって。その一歩を行ける時が今来たんじゃない？自分に許可しなさい。自分の自由に生きること。三次元の表面的なことを見て、自分を判断するんじゃなくて、本当の一歩を行く自分の素晴らしさをちゃんと自分で認めなさい。うん一歩ってすごいこと。三次元じゃなくて五次元みたいな考え方でちゃんと生きていくっていうこと。それってすごい大変ですよ。だって誰も理解してくれないと思いますから。三次元で生きてる人はね、職場にいる人とか相手からしたらラッキーですよ。自分に言ってくれるような人が辞めるわけですから。これラッキーですよね。こっちからしたらめっちゃ悔しいじゃないですか。でも、そうじゃない。親逃げじゃない。ちゃんと卒業やっていうこと。っていうことをちゃんと自分に理解しなさいって。ちゃんと自分で理解して一歩行きなさいって。だからそれを踏まえてどっちに行きますかっていうことですね。今回の言いたいこと。今見えてるルナさんも迷ってますね。今説明されて理解はしてるけど、でもやっぱり置いていくのが嫌みたい。悔しいっていうよりも最後は置いていくのが嫌みたい。を受ける人たちがね。受ける人もそれなりにやっぱり経験が必要な人やからね。だから試練イコール不幸ではないです。この受けてる部分だけ見たらやっぱ辛いなって、かわいそうになって思うかもしれへんけど、それは不幸じゃなくて試練ですからね。ルナさんがそれを乗り越えて、今この景色が見えるように、それを受けてる人があって、それを乗り越えたらちゃんと新しい景色が見えるわけですよ。だからお母さんの力も信じる。置いていくって思ってしまう人たちの力も信じる。自分だってできないのかな。できないと思うんやったら、それこそその人たちを蔑んでると一緒ですよ。自分ができるんやったら、その人たちだってできるんです。それを信じる。だから離れるのは見捨てるんじゃないんです。逆に信じてるんですよ。だから大丈夫。だからこの空を羽ばたいていきなさい。誰に制限かけられるわけでもなく、誰と戦うわけでもなく、お母さんにとっていい子になるわけでもなく、いろんな人の力を信じて、そして自分の力を信じて、自分の好きなように生きる。その時に来ましたよってことですかね。大丈夫。自分の中では一番大きかったのは、強制終了を求めるんじゃなく、自分から飛び込んだのを今見せてもらって、そうでありたいと思った。自分の人生を自分で決めてきたいし、決めてっていいんだってことに、多分気づいてたはずなのに、今確信に変わった。あと、母が出てきた時に、ポッと思い出したんだけど、つい先日、やっぱ、私辞めるからっていうことを言った時に、母はいろいろ言わなかったけど、やっぱ、寂しそうな顔したから、そっかっていう感じで。それがすごい悲しかったんだけど、でも、私はこれでいいんだと思って、で、今ね、にゃんこさん言ってくれたように、お母さんも愛情を私に渡してくれてたし、その愛情を私が正しく受け取った結果が、こうやって素直な思いを言うことっていうことが今分かったから、あの時は寂しい悲しい思いさせちゃったなだけだったけど、これが本当の親子の愛なんだっていうことをお互い、お母さんもいろいろ言わなかったし、私も言えた自分に、これが私の幸せなんだよっていうことを、その時は伝えられなかったけど、自分の中で今分かったから、流れに抗わないで、流れに抗うっていうのは運命とかじゃなく、自分の心に素直に生きていけばいいっていうか、生きたいと思ったので、本当に良かったなと思います。ビジョンを出してくれて、私の奥の奥の思いを言葉にしてくれて、見えてきたことがあった。お母さんにも気遣ってたとこあったけど、最後はやっぱ自分がこうしたい、素直に思ったことを選んでいこうって思った。やっぱそこには人だけじゃなく自分のプライドもあったし、やっぱ自分が悪くないのにっていう思いもあったけど、もうそういうことじゃないんだなって素直に思って、ただただ自分が素直に思ったことをやればいいなって思ったら戦いたくない。もうとにかく自由になりたいんだなって思いました。感謝です。はい。悩んでたのは
パワハラ問題やったけど、実はルナさんの生き方そのものの分岐点やったよね。にゃんこのチャネリングでは木のボートに乗って滝に落ちてしまう人いっぱいおったけど、自分から飛び降りた人初めて見たわ。今まで頑張ってきたルナさんやからこそ踏み出せる一歩なんやろうなって思ったな。ルナさんがこれから行く新しい人生をにゃんこも応援したいと思います。にゃんこも新しい人生の一歩を踏み出すべく、いつもカフェでドーナツを1個しか頼めへんねんけど、次は自分の心に従って5個頼んでみたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。